先生、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生はどのように大統領に出会いましたか？そうですね、私は高校生の頃、中国武術、それから柳生心眼流を学んでいました。でその師匠がですね、大統領の山本格義先生の大統領を治めていたんですね。でその関係で、少しだけ大統領を習っていました。でその時にですね、知り合いから面白い柔術があるんだということで紹介をしていただきまして、見学に行ったというのが最初ですね。でその時に初めて見学に行った先がですね、堀川先生の堀川伝のですね、大統領合気柔術、堀川先生のお弟子さんが教えていました。でそこでですね、私も大統領柔術をねやっていたものですから、早速見学をさせていただいて、そして手をつかませていただいたんです。そうしましたらですね、最初に腕をつかんで投げられたんですね。非常にね、それまでやっていた柔術と全然違ったんですね。何が違ったのかというと、柔術というと関節を決めて、そして投げるというようなね技が主だと思うんですが、その時につかまれてふっと投げられたんです。すごくね不可思議な感じがして、それまで経験したことがないような技だったんですね。大変驚きました。私はね、こんな技が世の中にあるのかなっていうのをね初めて知りました。でそういう技ができるようになりたいなというふうにね思いまして、そしてその昭和63年ですかね、7月に大統領、堀川先生の合気に入門したというようなね、背景があります。そうだったんですね。はい、先生は大統領修行して苦労したことがありましたか？そうですね、苦労っていうほどの苦労ではないんですけれども、大統領を修行してですね、そしてもう21年が経っていた頃、2004年ですか、私の先輩、東京を指導していた方がですね独立されるということで、私自身がですね、東京を任されるというようなことがありました。で一からですね、もう一度東京でですね、稽古を人につけるっていうことなので、もう一度学んでみようというね気持ちが湧いてきました。札幌にいらっしゃいます堀川伝のですね免許開店師範の新保達夫先生、こちらのご自宅を伺いまして、そしてですね、稽古をつけていただけないかというふうにねお願いをしました。そうしましたらですね、最初、札幌のお弟子さんが3人ぐらいですかと一緒にですね、稽古をつけていただいてたんですが、どうしてもやはりですね1対1の個人教授をねつけていただきたいというふうに思いまして、それで稽古をつけていただくことになったんです。堀川伝のね免許開店師範という先生ですから、その先生と1対1で稽古を始めたんですが、最初の日ですね、稽古をつけていただく時に自分から新保先生に手を取ってもらって技をかけようとしたんですが、全く通用しないんですね。君は誰から習ったんだ？全然ダメだ。雷をね落とされまして私も21年やっていたものですから、ものすごいねショックを受けたのを覚えています。と同時にですね、新保先生の技を受けて本物だと、その時に確信をしましたので、それまでね覚えていたものを
一度すべて捨てですね、そして一からやり直そうと思った瞬間でした。その時からですね、個人教授をですね、つけていただくと、そういう機会を得ました。あ、そうだったんですね。はい、先生と1対1で個人教授と言いますか、はい、そうです。貴重な経験ですね。はい、その辛坊先生との稽古の様子や内容について教えていただけませんか？はい、わかりました。辛坊先生との稽古はですね、1対1の稽古になります。最初に辛坊先生の技をですね、私が受けます。かけていただくんですね。両手をつかみに行って、そして技をかけていただきます。でその後に今度は私がですね、辛坊先生に技をかけるというようなことになりますが、これがですね、なかなか難しいですね。辛坊先生からよしというこれはできたという証なんですけども、これをいただくまでですね、何度も繰り返し稽古をするというような形です。そして辛坊先生からですね、やはり合気の技を教わる時なんですが、非常にねシンプルなんですね。ところがシンプルな技であればあるほどですね、やはりそれは難しいです。合気のですね、根本的な技の仕組み、これをですね解き明かすことに、これはね挑戦することになると思うんです。で、辛坊先生に技をかけてもらって、そして私が技をかける。できた時は天国なんですが、できなかった時は地獄ですね。この天国と地獄を繰り返しながら徐々にですね、技が身についていったのかなというふうに自分では思っています。で、この個人教授なんですが、基本的な技からですね、奥義の技、そして武器技、すべてのね技を辛坊先生から教えていただきました。個人教授の期間なんですが、2005年からですね、2018年の、約12年間ぐらいですね、この期間、個人教授をつけていただいたということになります。辛坊先生がですね、ご病気のため稽古が続けられなくなったんですね。それで2018年の6月に辛坊先生のご自宅にですね呼ばれまして、そして自分の技を全て教えたという証としてですね、跡継ぎとそれから免許皆伝のお許しをいただきました。で、免許皆伝というのはですね、古来から師匠から弟子へ渡されるものです。近年ですね作られた代のように組織からですね、授与されるというものではございません。
先生は去年独立をして新しい会を作ったと聞きましたが、その新しい会について教えていただけませんか？はい、会の名前なんですが、大東流合気柔術講信会という組織を作って独立をしました。でこの会の名前なんですが、堀川光道先生のですね、技と精神をそのまま受け継ぐという意味でですね、講信会と名付けました。指導方針としてはですね、合気が早く身につくように丁寧に指導しています。そして修行過程なんですが、こちらはですね、段位と免除のほかにですね、武田宗覚先生、堀川光道先生からですね、伝承されました巻物の授与を行っています。はい、講信会の技の体験について教えてください。はい、合気はですね、体の使い方に非常に時間がかかるものですね。それで合気の養成法から始めます。で次にですね、手ほどき、いわゆる外してですね、それから柔術技。柔術技はですね、合気の土台になるように構成されています。そして合気が身につくようにですね、稽古を続けていきます。で合気はですね、まず柔術技からそして合気。合気はですね、武器を通して、講談社になれば武器を通してですね、かけれるように修行をしていきます。非常に難しいものですね。一般的にはですね、合気上げが有名ですけれども、堀川伝はですね、段位が上がるにつれていろいろな合気を学んでいきます。で合気技はですね、武器を通してかけることができるように、そういった修行をしていきます。それから堀川光道先生からですね、新保達夫先生に受け継がれたこの合気の技をですね、なんとかですね、後世の人たちに残していきたい、必然しないようにですね、伝えていきたいというふうに思っています。はい、先生、ありがとうございます。次回は堀川先生の歴史や技について詳しく教えていただきたいです。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。